紅林はるかです。普段は読者モデルやソロのアーティストとして活動しています。今日は可愛いパティーンが40万人の登録記念で出したこちらの私デザインのオリジナル T シャツを可愛くリメイクしたいと思います。それではレッツスタート。じゃあまずは丈を切っていきたいと思います。結構このままで着ても可愛い丈なんですけど、下がね長すぎるかなーってちょっと短めにした方が着こなし的に今風な感じで着れるかなと思ったので下を切ってきます。切るとき使うのはこういう大きいハサミです。立ちバサミって言うんですけど、これは紙とかじゃなくて布切る専用のハサミなので普通のハサミに比べて全然よく切れます。このぐらいかな。あんまり切りすぎると取り返しつかなくなるので、どうしようかな。指1本分ぐらい、15センチぐらい切ってきます。私これ測らないんですけど大丈夫ですか？いつも勘なのでそのまま切っちゃいますね。ここで切ろうかな。だいたい両端の高さ揃えばいいと思うので、もうこれ超フリーハンドでザクザクいきたいと思います。いいですね、音が気持ちいい。はい、こんな感じで切れました。ここ曲がってるとか全然後から気にならないので、もうこんなままで大丈夫です。そしたらこの部分は後で使うんで大事に取っときましょう。今こんな感じで短くなりました。次に袖の上の面をこういう風に一直線に切っていきたいと思うんですが、今私が着てる T シャツがまさに今ここを切って下をリボンにした状態なんですね。なんでこれと同じような感じで簡単にリボンを作っていきたいと思います。この袖のつなぎ目の部分がちょっとアーチになってるので、ここに沿ってこのアーチに沿って5センチか7センチぐらいのところまで切り目を入れます。でこの時に縫い目をそのまま切ると後から両端がほつれてしまってあんまり綺麗じゃなくなるので、縫い目のちょっと外側ですねのところを切っていきます。まずはこのぐらい切って様子を見たいと思います。こうやって縦に広げた時にここを見えるかな、縦につまんでこういう風に見えるかな。袖がリボンになる予定なので、まあ今ちょうどいいかな。ここが1個布で巻かれてここから肩が見えるみたいな風にするつもりです。なんでもう片方側も同じように切っていきます。ここですね。ここを5センチか7センチぐらい、もうちょっとか、こんな風にハサミを入れました。切った切り口はちょっとこうやって少し伸ばしてあげると切ったとこがくるってなってほつれにくくなるので、ちょっとだけ伸ばしてあげます。はい、今こんな感じです。はい、そしたら一旦この T シャツ置いといて、部品を作っていきたいと思います。でここでミシンを使うんですが、私基本ミシンは早く縫うためだけに使ってるので、なんかミシンないよとか使えない、やったことないよみたいな人は同じ
ラインを手縫いで縫っていただければ全く一緒なので、あんまり気にせず流し見してみてください。次に使うのはこのぐらい5センチ幅ぐらいの綿のレースなんですけど、多分手芸屋さんとかでみんな見たことあると思います。ちょうど私の着ている T シャツに使ってるのも同じような素材のレースです。このレースを裾にこういう風にフリルとして可愛く縫い付けたいので、ここのフリルになるようにもう1個の種類のリボンと一緒に2枚を1組にしてここに縫い付けたいと思います。なんでもう1本はこういう風なレースのリボン、これは何でもいいんですけど、綿のレースとちょっと段差があるような長さ違いのリボンを選ぶとこういう風に2層になって結構ボリュームが出て可愛いので、まずはこの2つの種類を1本にしていきたいと思います。では縫っていきます。これ普通に手で縫う人はこのまままっすぐ1本のラインで縫っていけばいいんですが、ミシンなんで一旦返し縫いをします。はい。で返し縫いするとこの端っこのところがほつれにくくなって、後から洗ったりしても糸がね丈夫につくようになるので、必ず両端で返し縫いをしてください。今このぐらい縫えました。しっかりついてますね。今回上のリボンとかがちょっと場所によってこういう風になんていうんですか、縫い目が粗いところがあるので、そういうところを避けてしっかり生地がついてるところを根元として1本縫っていくときっちりつくと思います。このままどんどん縫ってきます。多分今1メートル半ぐらい縫えたんですけど、バッチリですね。これまっすぐ縫えなくても全然よくて、上がとにかく2枚くっついてれば後からもう1回下に縫う時にもう1層縫うので、全然ガタガタとか気にせず大雑把に縫っていってください。今全然大雑把なんで私測らずに縫ってるんですけど、だいたい今 T シャツの裾のところ一巻き分ちょっとぐらいの長さが縫えたので、もうこの辺で一旦終わりにしたいと思います。なんでミシンの人は一旦ここで1センチぐらい返し縫いしてもらって布をがっつり切れば終わりです。こんな感じですね。ここまでで今終わってます。で、終わりのラインで切っちゃえばもうこれでレースは完成です。手縫いで縫ってる人はもう返し縫いとか関係ないので、最後のところで一旦止めてもらって切ればもうそれで終わりです。でもう一つ、別のレースのパーツを作りたいんですが、さっき切った裾の部分なんですけど、これってすごい使える部分なので、そうですね、この一番下のもともと縫ってあった部分、これはもう切っちゃいます。縫ってないとこだけを使いたいので、どうしようかな。まずじゃあこの輪っか状になってるところを切って開けるじゃないですか。そしたら1本の布になるんですね。で、このさらに下のこう縫ってある部分を切りたいので、
ここも覗いちゃいます。これもすごい適当に切ってるので、裾とかね、なんかガタガタしてるかもしれないんですけど、全然このまま使っちゃって気にならないと思います。で、どのぐらいかな。これをこうクシュクシュってして、こうちょっとクシュクシュ気味のリボンレースみたいな部分を作りたいので、そうですね、もうこれ1本使ってみようかな。そしたら1本分を使ってだいたい最終的に半分ぐらいの長さのリボンレースにしたいと思います。でここでミシンを使う人はちょっと調整が必要なんですが、今まで縫ってた幅はだいたい1ミリ2ミリぐらいの糸幅だと思うんですけど、ちょっと調整をしてだいたい1縫いの幅が 3,4 ミリぐらいになるように調整してほしいです。今使ってるミシンだとボタン1個で簡単に変わるんですけど、もしかしたらみんなのミシンだと、調整が違うかもしれないので、ちょっと設定を見てみてください。普通に手縫いをしてる人は同じラインを4ミリぐらいの幅で並縫いしていってもらえたら最終的に同じことができるので、どこを縫うかだけをチェックしていてください。2箇所縫います。真ん中を1箇所2箇所2つのラインで縫っていきます。まずは1ライン目を縫います。この時だけは後から糸を抜くので、返し縫いをせずにそのまま縫い始めていきます。はい、縫ってきます。ストップ。さっき縫った幅がこっちで、今回はまあ 3,4 ミリぐらいの大きめの幅で縫ってます。はい、このまま続けていきます。はい、最後まで来たら一旦抜くんですが、この時に結構糸を多めに残して切ってください。並縫いの人も手縫いでやってる人も最後は止めずにこんな風にそのまま切りっぱなしで残しておいてください。で、もう1ライン縫ってきます。こんな風に真ん中を2つのラインで縫っていってます。このまま最後まで縫います。そしたらまた同じように長めに糸残して切ります。はい。そしてですね、ここからがちょっと面白ポイントなんですけど、ミシンで縫った人はこういう風に一つの縫ったラインに対して端っこがこういう風に2本上糸と下糸で出てると思うんですよ。で、どっちかを引っ張るとこんな風にクシュクシュってなるんですね。この場合こっちを引っ張ったら今クシュクシュってこんな風にクシュクシュってなったんですけど、こうやって1本をちょっとずつ引っ張っては伸ばして、どっか行っちゃった引っ張っては伸ばしてをちょっと繰り返していくと、こういう風にクシュクシュがね下の方に移動していくんですよ。わかりますかね。あんまり引っ張りすぎると糸切れちゃうのでちょっとずつなんですけど、こうやってクシュクシュを少しずつ移動させながらこの1本の布をリボンのレースにしていきます。同じように反対側の糸もどっちか引っ張るとこういう風にクシュクシュってなると思うので、
ちょっとずつ引っ張りながら下にクシュクシュを下ろしていきます。でこれ2本縫った理由としては、本当は1本でもクシュクシュってなるんですけど、2本クシュクシュにした方が全体的に綺麗にシワが寄りやすいので、後から縫い付けやすいっていうのもあって、今回は2本ラインを入れてます。あんまり無理に引っ張ると本当ブチって切れて、今まで縫ったのが全部水の泡になるので気をつけてください。ちなみに手で縫って普通に波縫いをした人は、その縫って出てる1本の糸を同じように引っ張っていくと全く同じ状態になると思います。ただ波縫いの人は片方側がそのまま結ばずに出てると思うので、そっちを押さえてないと後ろからまた糸が抜けてせっかく作ったクシュクシュが全部抜けていくので気をつけてください。もう結構クシュクシュできて半分ぐらいですかね。クシュクシュが降りてきました。でも片方このぐらいまでクシュクシュできたら、もうどこまで引っ張ったっけって分かんなくなっちゃうと思うので、今度は反対側からも引っ張っていきます。全体的にまんべんなくクシュクシュできたなと思ったらそこで完成なんですが、このぐらいかな。私はこんな感じです。全然場所によってムラがあって良いと思うので、なんとなく自分的に大丈夫だなと思ったらもうそれで OK です。なんでこれはもうこのまま一旦置いときます。で、本体の T シャツの方に戻りまして、裾を一旦縫いたいと思います。はい、じゃあ裾の処理をしていきたいと思います。まず今の状態だと切りっぱなしでこんな風にピロピロしてしまっているので、ここを内側に1センチずつ2回折ってこんな風に処理していきたいと思います。で、ここに裏側からさっき作った2段のレースを一緒に縫い付けて、上と下と2つのラインでまた縫っていきたいと思います。まずは待ち針さんで1回2回折ったところを、こんな風に仮止めしていきます。多分これ私止め方間違ってると思うんですけど、本当は自分の手に刺さらないように縦に入れるもんだと思うんですが、私ちょっとめんどくさがりなので長さの分だけ止めたくて全部横にしてます。安全のために、もし危ないなと思ったら方向変えてください。しかも全部目測で申し訳ないんですが、だいたい1センチを2回折りぐらいで裏側も同じように内側にこういう風に折って留めていきます。なんでもうちょっとやりやすいように一回裏返します。で今裏も3箇所留めました。で意外とここで落とし穴なんですけど、表と裏留めてこのねサイドのちょうど折り目だったところ、ここをねいつも適当にやって後から失敗することが多いので、ここも念のためちゃんと折って留めておきましょう。反対
対側も同じように横を折って留めていきます。で、今全部で8箇所留めました。したら一旦上げてみるとこんな感じに留まってます。どうかな、斜め、すごい斜めとかじゃないので、私はねこのまま縫っちゃって気にならないかなと思うので、ここで一旦2回折った線に折り目をつけるためにアイロンをかけます。はい、今2回折って留めてあるところを待ち針の上からアイロンかけていきます。温度中温ぐらいで十分だと思います。で、待ち針は上からアイロンかけても大丈夫なやつなので、こんな風に少しずつ折り目をねくっきりさせるためにアイロンかけていきます。こういう風に適当に切ってるから幅もなんかヨレヨレしてたりするんですが、まあ私的には許容範囲です。一周同じようにアイロンかけていきます。こうやってアイロンかけて折り目をくっきりさせることによって、後からミシンとか手縫いとかで2本ラインを上から縫うときにとても縫いやすくなるので、なんかもし今後たくさん縫うところがある場合は一旦こういう風にアイロンがけしてから縫うととても処理しやすいです。もう仕上がりの線はここですっていうのがわかるかなと思います。はい、そしたらここでさっき縫っておいたこの二重のレースのパーツをシャツの裾の部分に裏側からこういう感じでフリフリっとつけたいので、ミシンで上から縫っていきます。このレースをぐるっと一周縫いたいので、最後どうしても輪っかにならずにこうやって縫い合わせなきゃいけない部分が出てくると思うんですね。でここをできるだけ目立たずに綺麗に見せるために、私はこのサイドの部分から縫い始めていきます。横のピンを抜きました。ちょうどサイドの折り目の部分から縫い始めると、多分着た時にも横だから、あ、こういう仕様なのかなみたいな感じに見えて、あんまり気にならないと思うので、いつもサイドから縫い始めてます。で、レースは横が切りっぱなしになってるので、ここを一巻きぐらいかな、半分に折ってちょっときれいめに見せて、裏側にこんな風に縫い付けていきます。縫った幅の一番上の部分にレースの端が来るようなイメージで、まずは一番上のラインを縫っていきたいと思います。じゃあまずは返し縫いで後ろに縫って、はい、今度は前に縫っていきます。で、本当は多分これ裏返して裏側から縫った方がやりやすいんですけど、私は全く測ったりしてなくて、こう目測でね今までも縫ってるので、表から綺麗に見えれば、まあ裏は合ってなくても良いかなという感じなので、今は一番表が綺麗に見えるようになるように縫っていきます。縫っていきたいと思います。まあ、手縫いの人は大丈夫だと思うんですけど、ミシンの人は途中で裏を確認しながらちゃんと一緒に縫えてるかどうか、レースと T シャツが離れてないかどうか確認しながら縫ってください。で、途中で待ち針抜いて縫っていきます。で、注意なんですけど、途中でもしかしたら T シャツを伸ばしすぎて引っ張りすぎてビロビロになってしまうかもしれないので、何箇所か止まって確認しつつ
もうこの T シャツの生地が一番伸びる生地なので、それだけ確認しながら縫っていってもらえると、後からビロビロになって失敗したってことにならないで済むかなと思います。ちょっとずついきます。かなりいい感じですね。もう全体的にちゃんと縫えてると思います。今折り返した部分のなんていうんですか、こうもともと裏側に折り返した部分の一番上のラインに沿って一列縫っているので、後からこのピロピロしてる下のラインももう一列縫っていきます。あと3センチぐらいで縫い終わりなんですけど、ベースがねこのぐらい余ってるので切っちゃいます。最終的にもしかしたら足りなくなると嫌だなと思って見越して長めに作ってるので、もうこれは適当なところでどうかな、折り返し分最初に折って縫い始めたのと同じぐらいの分だけ残して、このぐらいかな切っちゃって、で最後もこういう風に一回折り返して後ろに入れて縫ってしまえば良いかなと思います。返し縫いして切ります。はい、そうすると裾がねすごい可愛い感じにフリフリっとついたと思います。縫い目は適当なんでちょっと斜めなんですけど、でもリメイクなんで全然このぐらいの味があっていいかなと私は思ってます。でさっきの縫い始めて縫い終わりは今こんな風になってるので、2段目を縫う前にここを一旦止めるように縫ってから2段目を一周縫っていきたいと思います。でこの時に端っこにすごいいっぱい糸が溜まってると思うので、これも巻き込まないように今の段階で全部切っちゃいます。根元を切っちゃってください。普通に手縫いしてる人とかはこういう風にたくさん糸が混乱することってないと思うんですけど、ミシンはね上糸と下糸で1回で2本糸が出るので、1周回ったら4本で、それが2本だと8本とか結構な量になると思います。で巻き込むとミシンが壊れたりとか、あとなんか縫い目が分かんなくなったりする原因になるので、そういうのを防止するためにも多いなと思ったらこまめに切っちゃってください。じゃあもう1ライン縫ってきます。縫い始めはスタートと同じところで大丈夫です。返し縫いから始めて、今度は T シャツの裾の一番下のラインを縫っていきます。見えますかね、こんな感じでリボンを2ライン縫っています。内側に折って返したところをリボンと一緒に縫ってるので、この一番下の裾が洗った時にくるってなっちゃうのを防止するために2本っていうのもあるし、あとよりレースを頑丈にくっつけるためにっていうのもあって、私は2本を推奨してます。綺麗綺麗、いいですね。やっぱ2本縫うとちょっとなんかちゃんと作ってるような感じが出て可愛いと思います。こんな感じで今一周縫えました。はい、これで裾はもう完成です。でこのまま流れでさっき作ったクシュクシュリボンも縫い付けていきたいと思います。これはどこにつけるかっていうと、襟の周りのところにこ
いう風に囲みでつけたら可愛いかなと思ったので、表面だけ襟を囲むようにつけていきます。でこのクシュクシュも端っこに糸がいっぱい出てるので、ちょっとだけ残して切ろうかな。1センチ2センチぐらい頑張れ。はい、切れました。この肩の縫い目のところから始めて縫いたいので、これも端っこの方が切りっぱなしになってるので、一回ちょっと内側に折ってからつけて縫います。今回は1列で十分だと思います。襟ぐりのところなので、裏側から反対も一緒に縫っちゃわないように気をつけてください。で肩のところまで縫うのにちょっと余るので、やっぱり折り返し分ぐらいだけ残して切ります。このぐらいかな。はい、切ってちょっと端っこ折り返してここまで縫います。縫って最後は返し縫いして、でちょっと不安なので返して縦にも1列縫っときます。一番最後までいかずにピロピロの半分ぐらいまでかな、両サイド縫っておけばほつれることがないかなと思います。あ、いい感じですね。こっちのサイドも念のため縦縫います。こんな感じで可愛く襟がつきました。で糸が出てるところは後で切るので、とりあえず最後の裾じゃなかった、最後の袖のリボンを仕上げていきたいと思います。袖は今こういう風に肩に切り込みが入ってると思うんですけど、この肩のところ穴開いてる部分からクシュクシュってなんていうんですか、山折り谷折り山折り谷折りみたいにして、こういう風にリボンを作りたいです。なので一番最初の部分を山折りになるようにでつまんでって、最後の部分も山折りになるように、両サイドが内側にこう入るように作っていくと綺麗に仕上がるので、まあそれでちゃんと端っこが綺麗であれば、なんか幅とかはお任せします。何でも大丈夫です。こんな感じで、ここを本当は手縫いでまとめてもらってもいいんですが、せっかくミシンがあるのでミシンで軽く留めたいと思います。超軽くで大丈夫なので、真ん中から打って返し縫い 5mm ぐらいで、また 5mm ぐらい縫って返して、でしたらこんな感じで留まります。反対側も同じように留めていきます。両側の肩がこんな風に留まりました。で今はリボンみたいに留めているだけなので、この上からさっき余った生地をこんな風に巻いて留めて完成です。まずこの出てる糸切っちゃいますね。さっき余った裾の部分の布をちょっとここ切り口が汚いので一旦きれいめに端っここっちからかきれいめにこんな感じでちょっと端っこ揃えるような感じできれいに見えるように切ります。このぐらい使おうかな。5センチが2本あれば十分だと思うので、
センチぐらいの切れ端を2つ作ります。でここにこんな風にこの折り目を隠すように内側から外側に巻いて、後ろを手縫いで留めればバッチリです。袖のところを内側から外側に縫い目隠すようにこういう風にして、で内側で縫うところは見えても全然問題ないので、こうやって波縫いじゃなくてなんて言うんでしたっけ、祭り縫い、こうやって閉じるように手前から向こう側に、手前から刺して向こう側に出してをこういう風に繰り返していきます。手前から奥、手前から刺して奥に抜いて、はい、こんな感じですね。で手前から内側の中の輪を通って刺して、この見えないところで結びます。3回ぐらい針を回して、でここから止めると内側に結び目ができるので、ここからまた見えないとこ1回通して糸を切れば、結び目は見えずに綺麗にリボンがつきました。反対側も同じようにやって完成です。肩のリボンができたので、これでリメイク完成です。いかがでしたでしょうか。今回はたくさんミシンを使ったんですが、同じところを縫えば手縫いでも全然同じことができるので、ぜひ皆さんいろんな応用をして試してみてください。そんなわけで、このかわいいパティ40万人突破記念のコラボ T シャツがあと3日で受注生産終了となります。10月4日までに皆さん注文を忘れずにお願いします。それでは他にもたくさんメイク動画を出してますので、チャンネル登録してそちらもチェックしてください。またねー。